こんにちは、トバログです。今回はですね、作業効率がめちゃくちゃ上がるこのテンキーの話をしていきたいと思います。トバログのね、作業の場合、動画編集ももちろんだし、3DCG のね、ツールとか、あと表計算とか、そういうのでテンキーは本当に必須なわけなんですけども、今回ね、思い切って新しいテンキー導入してみました。どうですか？めちゃくちゃミニマルな感じでかっこいいですよね。というわけで、今回はね、この新しく購入したテンキー、これ元自体はね4000円ぐらいで購入できるものなんですけど、それをねいろいろスイッチを変えたりキーを変えたりしてカスタマイズしているので、いろいろ紹介していこうと思います。作業の効率を上げたい、左手デバイス何かいい感じのが欲しいって思ってる人はぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。はい、こちらがね今回購入したエポメーカー TH21 っていうマクロナンバーパッドですね。結構こういうテンキーも最近割と高くて1万円前後とかね超えてくるようなものもこういうメカニカルだとあったりするんですけど、これはね結構驚異的な安さで、Amazon でね普通に4580円で今購入できます。めちゃくちゃ安くないですか？エポメーカーっていうメーカーに関してはね多分ね知ってる人そんなに多くないと思うんですけど、メカニカルキーボードで結構有名なメーカーみたいですね。海外とかね、日本でもキャンプファイヤーとかでクラファンやってたみたいで、普通にメカニカルキーボードのねそういう知ってる人なら割と有名なものみたいです。メカニカルキーを搭載していて、なんて言うんだっけな、これゲートロンかな、ちょっとあんまりねキーボードに詳しくないのでわかんないんですけど、ゲートロンみたいな名前のキーを搭載していて、でこれねいろいろ軸が選べるんですよ。茶軸、赤軸、青軸、黄色、黒、フラミンゴっていうねいろいろな種類選べるんですけど、とりあえず茶軸系が割と手に馴染みがいいので茶軸にしています。普通に打鍵感も心地いい感じですね。カタカタという音でこのまんまでも普通にいいんですけど、軸はね自分で選べます。軸めっちゃ選べるわ。ちょっと間違えました。123456789101112個のねスイッチから選べるので、本当になんかいろいろねキースイッチを気になる人とかはなんかそういう自分の好きなもので選べそうですね。これ結構機能性がたくさん詰まってるんですよね。ちょっと紹介すると、普通にね見た目はテンキーっぽい感じなんですけど、専用のソフトでいろいろねキーを割り当てることができます。なのでトバログとしてはね電卓的に使うっていうよりも割と左手デバイスとして使うことが多いので、キーをね自由に割り当てられるっていうのはめちゃくちゃいいですね。左手デバイスとしてテンキーが加速しそうだなっていうところが1個あります。でバックライトを搭載していて、でこの下にねなんとこれホットスワップっていうのに対応してるんですね。ホットスワップって何かっていうと、これさっき紹介したいろんな軸あるじゃないですか。その軸を他のキースイッチに変えられるっていうものなんです。なんかね着せ替えできる、この打鍵感を着せ替えできる機能で、前にもねちょっと Vlog で紹介したばっかだと思うんですけど、この間こういう勇者工房でこのキースイッチ買ってきたんですよ。クリック感がめちゃくちゃやみつきになる感じの、これ後で紹介するんですけど、こういうね自分の指にこれいいなって思ったなんかねこういうキーキャップをこう自由にねこうピンセットみたいなので付け替えられるっていうところがねすごいんですよね。でそういうやつってやっぱり1万円とか超えてくるんですけど、これは4500円っていうコスパ最高、しかも筐体白いっていうところがね個人的にはやっぱ選んだポイントです。でこれの新しいモデルだとここにねダイヤルみたいなのついてたり無線に対応してたりするんですけど、それだとねちょっと技的的にどうなんだろうっていうのがあって、今回ね有線を購入しています。本当にね無線でできた方がいろいろなパソコンとかにねつないで使いやすいんですけど、無線だと多分ね技的通ってないと思うんですよね。なんかヨドバシとかで売ってるわけじゃないし、結構ねわざわざ技的通す感じもないし、この後ろの部分にもねなんか技的マークついてなかったので、今回ちょっとね価格も安いし有線のモデルを購入しています。で有線とはいえこれ嬉しいのがこんな感じで取り外しというかケーブル別でついているタイプの USB-C ポートなんですね。でこれ今まで使ってたリアフォのやつとかだとちょっとねこうケーブルがそのまま伸びてる感じで、しかもこれ USB Type-A だったので結構使うパソコンを選ぶというか、
USB ハブに接続してればね使えるんですけど、その辺がちょっとね煩わしさがあったので、この USB-C で使えるっていうのは結構ベストな感じかなと思います。でこのねリアルフォースのこの静電容量無接点スイッチの点気もめちゃくちゃいいんですけど、やっぱね規格がちょっと古いというか結構昔のやつなので、ここのねキーの割り当てができなかったり、打鍵感はいいんだけどねキーの割り当てができなかったり、あとはちょいちょいこの USB-A でしかつなげられないとか、なんかこのケーブル取り外しができないから持ち歩く時に結構かさばるとか、そういうねいろいろがあって本当に使いやすいけど、一旦ね打鍵感いいスイッチ見つけちゃったしこっちを使ってみるかっていう感じですね。実際 Amazon の評価とかを見てても50件ぐらい評価があって、50件っていうとね逆にステマとかいなさそうだなって思うんですけど、結構ねやっぱり人気というか結構ね評価が高い感じなので、その辺は問題ないかなっていうところですかね。そんなところですかね。実際これとねこうやって並べてみても、このね横の感じとかがデザインがねこの結構茶色っぽいのと白いので、どっちかっていうと白に合わせたいなっていうのもあって、それもね買い替え理由の一つですね。こんな感じでなんか合わせても可愛いわ。でもこれ若干ね色がやっぱ違う。白って200色あるから、これはね真っ白というか本当に青みがかった白なんですけど、こっちはちょっとねなんか赤っぽいマゼンタっぽい感じの白な気がします。でこれが真っ白で、こうやって見るとちょっと合わないかもわかんない。ちょっと使ってみないとっていう感じでちょっといろいろ試していこうと思います。で今回ね購入したキーキャップについての話なんですけど、これはね勇者工房でバラ売りのものを20個購入しました。1個ね440円っていうめっちゃ高いんですよ。なんかチェリー MX とかだとなんかね100円以下とかで売ってたりもするんですけど、これはね互換性はあるけどなんかあんまり聞いたことのないメーカーのもので、結構ね1個あたり440円、10ピースで買うとね220円になるんで合計すると4000円とかだったんですけど、このスイッチジール PC っていうメーカーのハイエンド 3in1 スイッチらしいですね。ピント合うかなっていう感じなんですけど、こういうタイプですね。カチッカチッみたいな、途中まで行くとパキッて一気にね沈み込むパキッみたいな、そういうやつで、最近ねエイリアンウェアのキーボードでそういうのに慣れてきて結構こういうのいいなと思って、めっちゃ早く打てるんですよね。めっちゃ早く打てるんでこういうのすごいいいなと思って購入した感じですね。でいろいろね勇者工房の中見せてもらって、でこうねタイピングした感じで一番いいなと思うものをね探しに行く旅をねこの間からしたんですけど、やっぱこれが一番良かったですね。これすごいのが今こうやって押すとクリッキーな音するんですけど、これタクタイルっぽい感じとかリニアっぽい感じ、赤軸とかね茶軸風な感じにこの中を改造することでなんか 3in1 みたいなこの打鍵の感じを変えられるらしいんですね。なので多分高いのかなと思うんですけど、割と高いので普通にフルサイズキーボードとかを作ろうと思うとスイッチだけで1万5000円とかになっちゃうんで、ちょっとねおすすめはしづらいんですけど、これをね今回10キーだったらと思って一回試しに10キーでどういう感じなのかっていうのを試していく感じですね。こうやってね動画編集の時は割とこうやってずっとカット編集の時使ってるんで、そのね感じがクリッキーだと気持ちいい感じです。でキーキャップはこれなんか勇者工房で見つけてめっちゃミニマルと思ってもう衝動買いレベルで購入してしまったやつですね。キーキャップこれもかっこいいんだけど、やっぱりね真っ白の無刻印って最高だよなっていう、なんか道具感というかこなれた感があって完全自己満足なんですけど、それがいいなと思って購入したわけです。これとこれ、このねフルサイズの量のキーボードが入って3300円なんですよね。印字がないから逆に安いみたいな、ちょっと見た目的には高級感あるオフホワイト系なので、それでどれだけねこれの印象が変わるか楽しみですね。ちなみに HHKB のキーキャップは専用のねトープレのスイッチを採用しているので、これとね互換性はないんですけど、もしこれでめちゃ見た目がすごいかっこよかったら、なんかニューフィーとかのねなんかデカめのこういう普通のコンパクトキーボードとかを買って試しに使ってみてもいいかなと思ってるぐらいなんか見た目がすごい好きです。はい、というわけで早速キーを乾燥していこうと思います。キーというかキースイッチですね。
ホットスワップ対応のこれニューフィーとかなんかね、一部のメカニカルキーボードとかも結構ホットスワップ対応してるみたいで、結構なんかハンダ付けしないとダメなイメージあったんですけど、ハンダ付けしなくてもね差し込んでいくだけでカポカポいいみたいですね。そういうのだったらすごいやりやすそうで、キーをパコッとよいしょ。こんな感じですね。茶軸のキーボード、キースイッチがたくさん入っています。これをねパコパコって取れるみたいですね。もう何個かね取れちゃったのがあるんですけど、これをこうやって挟んでいくと全部取れた。こんな感じで綺麗な状態になりました。キースイッチ抜くの壊しちゃう。キースイッチはねこんな感じなんです。これをパコってはめるだけでいいのでめちゃくちゃ楽ですね。なんか本当にちょっとした毛抜きで毛を抜いてるような感覚というか、本当に気持ちいい感じがします。少しこう抜けていきます。結構なんか思ったんですけど、こういうねキースイッチがいくつかあれば列によって、自分の手のね使う指とかによってなんか感覚を変えられたりもするので、ここだけクリッキーな感じにする、でここは静音のキーを押すとか、そういう感じにもね割り当てられそうなので、結構そういう意味ではかなり汎用性が高い気がしますね。じゃあ1個ずつ変えていきます。20、1個足りない。これはもうしょうがない。これはまた勇者工房とかに行って1個だけ440円で買うしかないですね。とりあえずここはこれを茶軸を入れておこうと思います。危ねえ。せっかくなんでね、この買った時についてきたキーキャップじゃなくて、ちゃんとこの新しく購入した真っ白なキーキャップをつけていこうと思います。いや、これめちゃくちゃいいな。これ3000円で買えますからね。感想。めちゃくちゃミニマルな方向性のキーキャップ、めちゃいい。これはいいぞ。これは最高ですね。この色のトーンとかもすごい合ってるし、このちょっとクリック感どんな感じかな。やっぱ気持ちいいね。これはかなりいい感じです。これで動画編集する時もサクサクねこうやっていけそうですね。キーの音はこんな感じ。HHKB の打鍵感って指が吸い付くような感覚なんですけど、こっちは一気にこうクイッてムイってこう加速度的にムイみたいな感じなんで、その指にねカチッとはまる感じがあっていいですね。出す時に弾かれる感覚があるので、次のキーに行きやすいというか、そこのね速度が結構上がる感がありますね。このキースイッチに関しては割とこう弾くというかカンって音が鳴るタイプなんで、どっちかっていうと、このねプラスチックの筐体よりもアルミとかでめちゃくちゃ重いキークロンのなんだっけな90みたいなモデルが確かあるんですけど、あれとかでもすごいいいかもしれないですね。あれの白モデルがね最初結構欲しかったんですけど、なんか限定で結構ねもうプレミア化しちゃってる感じなので、別にもう HHKB も同じような素材感だからこれでいいかっていう感じでこれにしたんですけど、めちゃくちゃこのいい感じです。こう並べた時になんかね、むしろ HHKB の白もこっちにしたいぐらいの感じがありますね。これはなんかめちゃ良い。トープレの方とね比べてみるとこんな感じですね。サイズ感はちょっと小さいけど厚みがあるっていうところかな。カスタマイズ性に関してはこっちねソフトの方でいろいろできるみたいなので、その辺も後々ちょっとやってみようかなと思っています。でこれ結構今ねカチカチクリック音がするんですけど、分解するとねこっち側の音に近いような感じで、だけどこのねパコッパコンみたいなこの弾くウィンみたいな感じは、実現できてるところだったので、時間があればそういうところも調整していこうかなと思います。なんだったらねニューフィーとかのキーボードも金属のね結構重たい感じで割とねメカニカルがあるので、これをねこの HHKB みたいな感じでメカニカルキーボードを1個作ってもいいかもしれないですね。基本的に使い慣れた道具を使った方がいいっていうのはあるんですけど、この打鍵感をちょっとね指で確かめてみたいっていうのは結構あります。どんな感じなんだろう。めっちゃうるさそう。カチ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 ってなんだっけ、これハンドスピナーがついたキーキャップを買ったことがあって、これをつけてみるっていうのはちょっと良さそう。このせっかくなんでこの1個だけ差し色的な、なんかめっちゃ変な感じだけど、ここでこう動画編集しながらここでちょっと考える時にねこうやって回転させながらこう作業をして、行き詰まったら回転させてみたいな
そういうのもめっちゃ良さそう。これすごいな。これよく回るな、このキーキャップ。結構昔に買ったんですけど、まだね勇者工房にちゃんと並んでたんで、結構人気商品なんだと思います。すごい、これ個人クリエイターの人が作ったみたいですね。ガチッと。おお、めっちゃ光る。接続したらめっちゃ光ったんだけど、これ面白。押した時だけこう反応していくっていうスタイルもあるみたい。押したところからこうやって、おもろ。はい、今ね PC に接続して、この状態でも点キーとして使えるんですけども、マクロを割り当てたりとか新しくねキーをマッピングしたりっていうのはソフトが必要です。というわけで早速ねソフトをダウンロードしていきたいと思います。今ねこのエポメーカーのページのトップを見ているんですけど、ちょっとね分かりづらいところにあるんですよね。このダウンロードっていうところを押して、下の方でね自分のキーボードを探していくと、自分のキーボードが見つかるっていう感じです。今ねエポメーカー TH21 っていうドライバーがあるので、これで自分のね Mac なのか OS なのかを選んで、ダウンロードしてインストールするっていう形になります。でダウンロードしたドライバーがこちらですね。こんな感じで、全部英語なんですけど、キーのね割り当てとかができるようになっています。ここでねキーを選択してこうやって割り当てをしたりとか、マクロとかメディアキーみたいなのもね、割り当てすることができますとか、あとはライティング、これねライトの設定がいろいろあるんですけど、こうやって押すとすごい光るんですが、例えばねこれをここを押した時だけこんな感じで光るとか、そういうね割り当てとかがいろいろできるようになってます。僕はねここは使わないんですけど、あとはねマクロっていう機能が使えて、これもね僕まだ今まで使ったことなかったんですけど、例えばこれは一連の動作をこうプログラムすることができる機能ですね。例えば全選択とコピーっていうのは、このねキーを4つ押す必要があるじゃないですか。その一連の流れをワンタッチで押してくれるとか、あとはパスワードの入力とか、プログラマーとかの人がね結構よく使ってるイメージなんですけど、そういうキーの割り当てとかができる機能がここにあります。基本的にはねここのメインページだけを使う感じだと思います。基本的にトバログの場合は点キーとして使いたいので、ここにはね何も割り当てずにこのまま使います。でこことかにちょっとねエスケープとか普段あんまり使わないから、コントロールシフト S みたいな感じでスクリーンショットのね、キーをワンタッチでスクリーンショットできるように割り当てていて、でここにね画面キャプチャーの、ボタンを割り当ててます。でファンクションキーはね割り当てが変えられないようになってるんですけど、その隣はミュートボタンっていう感じですね。こんな感じでいろいろね割り当てることができます。でファンクションを押しながらどういうキーをね入力するかっていうのも一応割り当てられますね。基本的にこのね赤いところに関してはバックライト用のなんかキー割り当てなので、ここはねいじられないようになってますね。でこのキーボードの場合すごいのがレイヤー分けができるんですよ。レイヤーっていうのはちょっとね概念としてなんか難しいんですけど、今この面としてキーボードがあるじゃないですか。このキーボードを1レイヤーだとした場合、何かボタンを押しながら押すともう1レイヤー違うねキーを割り当てられるっていう感じなんですね。簡単に言うと、例えば、ここのボタンを押すと A じゃないですか。こうやって押すと A なんだけど、コマンドとかコントロールを入力しながら押すと、全選択っていう風に機能が変わりますよね。そんな感じで、あるキーを押した状態で、使おうとすると他のね、機能にキーが割り当てられるっていう、そういうのを、レイヤーで分けることができます。でこの点キーの場合だとね3レイヤー分けることができるので、例えばね普段は点キーとして使うんだけど、レイヤーをねこうやって自分で手動で変えれば、点キーとして使いたくない時はなんかこの音量ボタンとか、そういうねなんかキーの呼び出しとか、そういう感じで使うことができますね。なんかストリームデックみたいな感じで使うことができるみたいです。でレイヤーを使うにあたってちょっと残念なポイントとしては、このレイヤーの切り替えがこのソフトウェア上でしかできないんですよね。ソフトウェア上でしかできないので、例えばこれを取り外して別の PC で使うっていう時には、ソフトウェアが入ってないからキーのねこの割り当てを変えることができないっていうところがやや不便かなって感じです。自作キーボードとかだと他のねキーボードファンクション別な押したりとかするとレイヤーをね分けられたりっていう、そういう機能があるんですけど、これはね残念ながらその機能が備わってないです。
はい、という感じでね、ある程度このテンキーを完走した話と、ちょっとしたね、このテンキーのレビューじゃないけど、ちょっとね、セットアップみたいなのをやってみました。一応ね、この動画を作るにあたって、このね、ナンバーパッドを使ってカチカチ編集してるんですけど、めちゃくちゃ気持ちいいですね。ちょっと圧がまだ慣れない感じなんで、若干疲れる感じはあるけど、このね、押した時の何とも言えない、なんだろうな、プチプチをこう手で押してる時とかあるじゃないですか。あの感覚にね、ちょっと近いような感じでめちゃくちゃ気持ちがいいので、今後ね、これをメインとして使っていきたいなと思っています。はい、というわけで今回の動画終わりにしようと思います。この動画気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録といいねボタン、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ともらぐでした。